この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、ポーズが決まってるイラストですよね。イラストレーター名、小垣スイムさん。タイトル、バーン。コメント、ちらきくんというオリジナルキャラクターです。紫が好きで紫を入れたイラストにしました。添削してほしいポイントは、よりかっこよくなる方法や描き方や色の置き方がわからない部分が自分自身多いので解説をよろしくお願いします。とのことです。とてもね、やりたいことが明快で、それをまっすぐ画面に表現しているスイムさん、とてもね、かっこいいなっていうふうに思いました。結構ね、自分がかっこいいって思うことって人に見せたらどう思われるだろうとか、躊躇しちゃう部分ってあると思うし、素直に人に見せられないこともあると思うんですけど、スイムさんはまっすぐにそれを表現しています。これはね、みんななかなかできないことだと思うんですね。スイムさんの絵にまっすぐな姿勢、素晴らしいと思います。で、今回の絵のどこを添削していくかなんですけど、結構久しぶりにド直球でシンプルなテーマ、ポージングです。このイラストの売りってもうね、このポージングのかっこよさだと思うんですよ。自分の頭に指で作った銃口を突きつけて、舌を出して挑発的に笑っているっていうね、このかっこよさに尽きると思うんですが、僕が見た限りにおいてそのシチュエーションのかっこよさをいまいちね、表現できずに終わっている感じがするんですよね。で、どこを外しているのかっていうと、それがね、ポージングのせいなんです。今回の添削ではそんなかっこいいポージングを決めるためにどこをどう修正すればいいのか、そこに重きを置いて添削していきたいと思います。それでは早速やってみましょう。まず添削を行う前にイメージの確認をしておきたいんですけど、こういう絵を描こうと思いついた時点で写真を撮ってみてほしいんです。この流れね、もうお約束なんですが、口を酸っぱくしていっていきますよ。写真を撮りましょう。そうすると抜群に絵が描きやすくなります。というのはですね、このイラストパッと見た瞬間、イメージができていないまま勢いに任せて走り出しちゃったんだなっていう部分がちらほらあるんですね。例えばこのシャツの部分とブレザーの部分かな。これ多分ブレザーだと思うんですけど、この部分だったり、あとは腕を上げているのに肩は下がっている部分だったり、こういう部分ですね。これって単純に写真を撮ってみると簡単にどういうポージングをすれば自然なのかっていうのがね、一目でわかるんですよ。なのでまず単純にこの絵の通りに写真を撮ってみました。で、撮ってみるとね、気づくわけですよ。さっきも言ったように腕を上げている方の肩はこんな風に持ち上がりますよね。あとはですね、ブレザーも肩につられてこんな風に持ち上がりますので、こうじゃなくてね、左右でこんな風に違う形状になりますよね。ですね、気づくのがこの手の角度ですよね。手の角度。結構これ自分でやってみるとわかるんですが、今ですね、手の甲の正面がこんな風に画面に対して正面を向いたような角度で描かれているんですが、これね、かなり難しいんですね、実際にやろうとすると。手首をね、かなり無理してこんな風にしないとこういう風にはなりません。なので実際にやってみるとかなり不自然なポーズになっちゃっているのが写真を撮ってみると分かります。でね、ここでさらにこれをかっこよくできる余地ないかなっていう風に考えるわけです。で、撮ってみたのが2枚目の写真ですね。はい、これです。頭をね、少しだけこうかしげて顎を上に上げて相手を見下してみました。さっきのはね、こんな風に正面で向いてましたけど、こんな風に相手を見下した目線の方がなんだかね、ちょっと調子に乗っているような感じで、この男の子にとってはかっこいい感じになりそうな想像が膨らむんですよね。で、最後にね、ちょっと一工夫したいんですが、ちょっと気になっている部分がありまして、それがベロの出し方ですね。今ですね、素直にこう、ベロをベーっていう風にね、あっかんべーみたいな感じでベロを出しているんですけど、これってこれでいいのかなっていう風に思って試行錯誤した結果、こうなんじゃないのかなっていう風に思いました。それがね、これです。はい。歯の隙間から挑発的にベロをね、ちょっとこう覗かせる。これじゃないですかね。スイムさんが描きたい表情って、なんかこういう感じなんじゃないのかなっていう風に僕は想像しました。さっきのね、このニュアンスよりも
こっちじゃないのかなっていうふうに思ったんです。ただね、これって画面上で全部想像するのってかなり難しいんですよ。特にね、ポージングに慣れていない段階で、これをね、画面上でするっていうのはなかなか難しいですね。でもこうやってカメラを前にして、どうやったらかっこいいニュアンスになるのかなっていう風に、こう実験してみることで、あ、自分がやりたかったのは、こっちよりもこっちだなっていう風にね、すぐにね、気づくことがあります。これはですね、ぜひ取り入れてみてほしいです。で、基本的には今見せたこの写真3のような方向性でポージングのイメージが固まりましたので、このイメージをもとに修正を進めていきたいんですが、まずね、手の角度を直していきましょう。はい、修正前はですね、手の甲が完全に正面を向いていましたが、手の甲を少しだけ上を向かせたおかげで自然な角度にすることができました。手の骨張った感じもですね、こうやって写真があることで描きやすいですよね。で、さらに肩です。今肩が下がっているので、この手とね、微妙に繋がらない感じになってしまっているんですが、写真を見てみると、こんな風に手がね、こう上がっていると、肩もね、ちょっと上がってますよね、ここ。こうなるのが自然なんだなっていう風に、これを見ると分かりやすいので、なのでね、これも写真を参考に直していきましょう。はい、肩の形とそれにつられてね、ブレザーが上に上がるので、この形も一緒に変更しました。ちょっとね、もしかしたらこれブレザーじゃなくてセーターだった可能性もあるんですが、その場合もね、同じく写真を撮ることで描きやすくなると思います。服装が違っても方法自体は変わりませんね。で、さらに襟の形です。襟もね、実は結構何も見ずに描くのってかなり難しいので、基本ですね、よく資料を見ながら描いてください。やってみます。はい、こんな感じです。それとネクタイも形や角度、あとね、色なんですが、スイムさんは紫が好きで、紫をキャラクターに入れたということなんですが、よく見るとね、背景に紫が入っているんですが、キャラにね、紫がないので、どうせだったらキャラクターに紫が入った方が、スイムさんの好みになるんじゃないかなというふうに思いますので、ネクタイを紫っぽい色にしましょうか。やってみます。はい、ちょっとですね、無地の紫だと少し学生っぽくないかなっていう風に思ったので、柄を入れつつ、こんな感じのネクタイにしてみました。で、肩、襟ときて、首元も自然な形の形状に修正してみます。はい、こんな風にですね、少し筋張っていた方が男性っぽさが出ると思います。で、次ですね、
頭の角度です。今ですね、土正面を向いている頭なのですが、さっきのね、この写真のように、少しだけ首をかしげたり見下しているような角度にした方が、このポーズの魅力がさらに引き出せるんじゃないかと思いますので、そこを修正していきたいと思います。はい、まずはですね、頭の角度をつけてみました。そしてここから見下したニュアンスを出していきます。どうするかというと、こうします。はい、瞳の部分を直して目の玉を下に持ってきました。こうすることで見下し感を出すことができますね。目尻がですね、外に行き過ぎていたので少しだけ中に移動させて輪郭の中に無理なく収まるように修正しました。それともう一つ見下した感じにするポイントがあります。それは何かというと耳の位置ですね。やってみます。はい、こんな風にですね、耳の位置を下に持ってきた方が、見え方の角度的に顎が上がっているような表現になるんですよね。はい、見下し感についてはこんな塩梅なんですが、ここで少し髪の毛も調整しましょう。髪の毛は全体的に悪くないとは思うんですが、このね、白い線が一定のリズムで入ってますので、これがね、ちょっともったいないなっていう風に思いました。こういうですね、少し浮いたような明るい線って、どっちかというと一定のリズムで髪の毛の流れに沿って入れるんじゃなくて、まばらにですね、髪の毛の流れにこんな風に逆らって入れた方が効果的だったりするんですよね。やってみます。はい、こんな感じです。ポイントはですね、さっき言った明るい髪の流れをまばらに、そして髪の毛の流れに逆らって入れたことと、あとね、線があえて濃い部分、これをね、あえて作ってみることも重要ですね。こんな風にすることで髪の毛の束の重なりを意識して、濃い影が落ちる部分を意識的に作っていくことができます。こうすることで髪の毛の流れができて、さらにね、かっこいい感じになります。そして最後、表情の調整ですね。ベロの出し方なんですけど、あっかんべーっていう風にね、ただ舌を出すんじゃなくて、写真で試行錯誤した結果、こんな風に歯の隙間から、歯の間からね、ベロを挑発的に覗かせた方が、この男の子の調子に乗ったようなニュアンス、悪そうな笑顔のね、魅力を引き出せるんじゃないかと思います。やってみましょう。はい、どうでしょう。結構ね、いい感じじゃないでしょうか。それとですね、ここはもうおまけの部分なんですが、僕がこのイラストで一番もったいないなっていう風に思ったのが、この背景ですね。この男の子の危うさ、危険さを表現するのに、
このね、今斜めに入っているラインはかなり有効に使えるはずなんですけど、若干ね、持て余している感じがします。これを有効活用するには、こうしちゃうのがおすすめです。はい、これでどうですか？黄色と黒の配色は蛍光色とも呼ばれていて、自然界だとスズメバチとかがそうなんですけど、俺は危険だぜっていう風に見ただけでね、相手に対して威圧感を与えられる色ですね。なのでそれを利用して工事現場とか事件現場とかね、人を遠ざけたい場所はこの警告色のテープとか印とかを貼って見た人に警告を促すわけなんですね。もうどうせだったらね、文字も入れてみましょう。かっこいい感じになるかもしれません。ここまでいったらね、試しにやってみましょう。はい、どうですか？かっこいい感じになってきましたよね。さらに安全じゃなさを強調するためにこうしてもいいかもしれません。はい、模様がね、何かにこそげ取られたような感じで色落ちさせてみました。色落ちするぐらいこのキープアウトの文字、何かにね、激しくぶつかられてますから、めちゃくちゃ危険な感じしますよね。ちなみにですね、この斜めのラインを反転させたのは何でかっていうとですね、この指の角度、これですね、この指の角度が右上がりだったので、この流れに、これだとちょっとバッティングしてしまっていたんですね。このバッティングがですね、画面から勢いを消してしまっていたので、この流れに沿うように、こんな感じでね、自然な流れを作ってみました。はい、今回の添削は以上ですね。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。かなりね、この黄色と黒のインパクト強いですよね。これのせいで、これのおかげですごくね、変わって見えると思います。いかがでしょう？はい、じゃあ最初から見てみましょう。今回の添削ではポージングがテーマでした。ポーズ自体はね、すごくかっこいいポーズにできていると思ったんですが、ポージング、細かいニュアンスがね、まだつかみきれていないままスタートしたような印象でした。なので、こんな風に写真を撮ってですね、どのポーズが自分が目指すニュアンスに近いのかなっていう風に、この段階で探りを入れることで、表現の細かいニュアンスをつかむことができます。今回はですね、これを参考に進めていきました。で、最初はですね、この手の角度と肩ですね。これが、まず手の甲が正面を向いていました。これが少し不自然に見えていました。なのでこんな風に手首を返して手の甲を上に向けることで自然なポージングにしました。で、さらにですね、手がこんな風にこう持ち上がっていると、こっちの肩はこんな風に上に持ち上がるのが自然だよという話をしました。それによってね、このブレザーの形もちょっと変形しますよね。こっち側にちょっと持ち上げられるような変形の仕方をすると思います。で、次に、首の角度ですね。これちょっと細かいんですけど、こんな風に、顎を少し持ち上げて、そして目をね、若干下に向けて見下すような表情。こんな風にした方が、よりね、スイムさんの目指す表現に近いんじゃないかという話をしました。で、最後、ベロの出し方ですね。ここもね、かなり難しいところではあると思うんですけど、こんな風に、こう、あっかんべーっていう風に、ただただベロを出すよりも、この歯の隙間から挑発的に覗かせる方が、スイムさんのやりたかった表情に近いんじゃないかなっていう、これは僕の想像なんですけどね。こういう表情作りをしてみました。で、最後、このポージングとこの表情、これに合う背景の話なんですけど、背景がね、ちょっとこう、もったいないなっていう話をしました。なので、こんな風に、危険色を取り入れることによって、この男の子めっちゃ危険なんだよっていうね、そういう危険な香り、雰囲気をね、演出することができます。はい、今回の添削ではですね、ポージングによるかっこよさアップのやり方に重きを置いて添削を行いました。これと同じようにですね、ダイナミックなポージングによって画面に空間性を持たせて、よりキャラクターの魅力を引き出す添削として、こちらの動画、気まぐれ添削53や
女性キャラでしたら気まぐれ添削54もおすすめです。興味がある方はぜひこちらもチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。